さあ始まりました。南小国町にある魅力ある一山の美味しいグルメや観光スポットを紹介するカジマックスの南山夜カイ。私南小国町にあるカジちゃんとよスウェーデン人のマックスです。ろしくお願いします。マックス、今回は何を紹介すると？そう、僕がこっちへ引っ越してから、結構いろんな体験したけど、まだやってないことが一個あるんよ。何？なんかある？そば打ち。あ、そば打ち。そう。いいね。確かに南小国町ってこうそば街道とかねあって有名やけどね。私もやったことないかも。でも南小国で体験できるとことかあったっけ？いやじゃあ普通はやってないんだけど、ちょっと今後ツアーとかにも行かせるんじゃないかなと思って、今日ちょっと特別にはいお願いしました。じゃじゃん。そばどころ宗太郎湾です。いいね。じゃあ早速行きまーす。それ俺のセリフでしょ。いやいいや、みんなで流行らせよ。はい、行きまーす。宗太郎湾は1日4組限定で宿泊できる温泉旅館。昼は本格そばが堪能できるそばどころ。そして今回教えていただくのはそば歴20年のオーナー新井さんです。もうかじちゃん何でも似合いますね。いい感じでしょ。様になってるでしょ。どうですか、新井さん。いいね、その割烹着。ありがとうございます。本当にですか。褒められてるのかな、これは大丈夫かな。褒められてるよね。ポジティブで捉えていこう。マジでね。じゃあそれ置いといて。新井さん、ここではどんな風にお蕎麦を作ってるんですか。今ね、阿蘇のそば粉とそば粉、その原そばね。はい。北海道の原そば。はい。阿蘇だけだと足りないから、はい。北海道の店を混ぜてる。あ、そうなんですね。で、僕が食べた中では北海道と阿蘇の原そばを混ぜて粉にした方が美味しい。へえ、知らなかった。混ぜるんですね、おそば粉って。足りないよね。ああ、そうなんだ。なのでそれをこの石臼でひきます。この石臼でひいた方がそばがね、ちょっと粗くなるのね。へえ。その方がいいですか？その方がほら喉越しがいいっていうでしょ。ああ、よく聞くおそばで。だからそういう粗めのやつにしてうちはやってます。なるほど。まずは水回し。そば粉に 50cc の水をのの字に入れ、指を立ててまんべんなく回します。すごい。でもちょっと固まってきましたね。それなんか新井さん、コツはあるんですか？これね、まんべんなくこうほら粉に回していく。あ、水をまんべんなく。なるほどなるほど。ちょっとこうこすってやるとほらこういう風に馴染んでいくから。こう指をこうやってするのもなんか理由があるんですか？くっつくのよ。そっかそっか。なるほどなるほど。上手な人は手につかない。なるほど。この時にしっかりその粉と水をこうなんかくっつけないといけないんですか？やはりこう粉全体に水分を与えていく。なるほどなるほど。めっちゃ指にくっつく。これがダメなんですね。これは時間が経ちすぎるとどうなるんですか？固まらない？割れていくとよ。すごい。もうでもすごいなんか。すごい固まってってる。今ならまずいいよ。いいですか？頑張れマックス、頑張れ。すごい力がいりそうですね。頑張れマックス。はい。すごいね。結構力がいった。力いるね。腰の入り具合すごい。そこはもう全然違いますね。かっこいい。すごい。見たことない。こんなそばの形を見たことがない。おお、すごい。これで。めちゃくちゃ綺麗だった。いやすごい。こんなに体力勝負なんですね、そば打つのって。これで完成。一旦完成。寝かせるところまでですね。続いての工程は伸ばし。
打ち粉を振り、太さの違う棒で押し出して伸ばし、巻きつけて伸ばしの繰り返しで厚みが一定になるように仕上げていきます。これをこうきれいに広げていく。まだ大きくなるんですかこれ？で、変わります。また棒が変わるんですね。もうなんかこれもっと重い。ちょっと色が違う。重た。重た。これ10万円する。10万円。この手がすごい。手がすごい。マックス見て。おお、猫の手みたいな。おお、めっちゃでも広がっていく。すごい。広がってってる。わあ、これは10万円の力。これは10万円の力と新井さんの力よ。熟練の技。じゃあやってみますか。これどうぞ、かじちゃん頑張ってください。これどうやってやるの？はい。これを持って猫ね。猫。はい。おお、10万円の。でこう伸ばすんですか？ああ、怖い。全然できない。全然できない。ゆっくりでいいから、重みがあるからゆっくり回せばいい。回すんですね。あ、でもちょっと広げていくよ。おお、難しい。すごいスピード感は全然違いますね。スピード感皆無。体験と言いながらほとんど新井さんに仕上げていただいたそば、どんなお味なんでしょうか。では皆さんお蕎麦が出来上がりました。そのまま食べていいよ。このまま。そしたら本当そばの香りがするから。ああ、本当ですね。しかもやっぱ喉越しがめちゃめちゃいいですね。スッと入りました。いただきます。ね。めっちゃ美味しい。喉越しもあるけど歯ごたえもあってすごい美味しい。なんかシャキシャキってしてるよ。そう。そばつゆもめちゃめちゃ美味しいですけど、これ作るのに時間かかるのよね。あ、そうなんですか。で、僕のお師匠さんがやっぱりそばはつゆは寝かした方がいいよっていう話を聞いてて、お醤油屋さん帰ってきた醤油を、それからちょっとまあいろいろこう、砂糖入れたり煮干し入れたり、作るんだけど、それを作ってすぐだしと混ぜたら、こんな香りにならない。なるほどなるほど。うちは最低2年。最低2年。それを直しておく。冷蔵庫にずっと。そうなんですね。でそれをすることによって醤油の角が取れる。なるほど。それでなんかこうまろやかな感じになって香りが引き立つみたいなっていう形なんですね。ここで新井さんおすすめの食べ方、そばと日本酒。わさびも勢いよくゴリゴリいく。ね、気合い入れて。すごい。さっきと全然違う。なんかね。ここに寄せます。ここにわさびを乗せます。掴んでちょこっと食べる。それからの日本酒よ。ああ、なるほどね。そういうことね。日本酒はどこですか？めっちゃ辛いね。もう涙。でも確かに。日本酒あればめちゃめちゃいいね。流し込みたいね。もう普通に涙出てますね。新井さんがもともとそのお蕎麦作りとかを始めたきっかけとかってあったんですか？まあもともとここは父親がやってた民宿で、そうなんですね。で民宿をもう親父ももう辞めるっていう話になってて、僕旅館持ってるから、じゃあここに何しようかなって思ったのね。でやっぱこの界隈にほら食事どころもなくて、で何よりも蕎麦が好きだから食べたかったから。新井さんが好きなんですね、お蕎麦が。なるほどなるほど。新井さんが選んだ修行先は島根県。旅館を運営する傍ら修行にかけられた時間はわずか1週間。相当過酷な日々を過ごされたそうです。追い込むために車の中に1週間寝るわけよ。車の中で。ストイックですね。で後ろにいろんなもうキャンプ用品積んだから、で飯も全部自分で作っていくわけよ。
結構過酷な1週間追い込んだわけよ自分を。朝の9時から夜の9時までざーっと打ちっぱなし。やっぱりね途中できつくなるわけじゃん。ですでそのおね。店だから「いや茶碗洗いしましょうか」とか言うわけよ。でサボりたいけん。お師匠さんが「やべ打てとにかくそば打て」って言われて出してくれるからそこやから。いや皿洗いがサボりっていうのはもうどんだけ大変な作業。そば打ち職人だけではなく旅館のオーナーなどマルチに活躍されている新井さんに今後の思いを聞きましたよ。このそばをやっぱりお客様が打ってほしい、ああ、なるほど。購入して帰りたいっていうリクエストが結構あってて、この生麺を提供してあげたいわけよ。で今一つね僕たちの仲間で小国号のそばを作ってるわけよ。でお願いしてその方に作ってもらって、それが今入ってきてるのでいずれはねやっぱりね小国号さんのそば粉を使ったそば。なるほど、いいですね。いかがでしたか？カジマックスの南山よかばい。マルチに活躍されている新井さん、そばのみならず料理が一段と美味しくなる万能だしも販売されています。お土産にもおすすめです。